世界中が待ち望んでいる一大決戦、ゴジラ対コング。3月24日にヨーロッパ、台湾で初公開され、アメリカでは3月31日に劇場、そして HBO Max というネット配信で同時公開されます。しかし、日本は5月14日公開。約1ヶ月半のラグがあります。みんな、ネタバレ不安よな。ギワチン、動きます。無理でした。はい、というわけで、ご存知の方が多いと思うんですけど、ゴジラ対コング、各国で3月中に公開され、国際基準としては3月公開なんですが、日本は5月14日ですよ。ゴジラ日本の怪獣ですよ。なのになんで日本が1ヶ月半も遅れるんだよって嘆いても今更遅いし、もう決まってしまったものはしょうがないんですよ。日本のみんなはゴジラが、そしてゴジラ対コングが大好きだからこそ、ネタバレが不安になってると思います。このチャンネルではゴジラのことをより多く扱っているので、5月14日までの間、ゴジラ対コングに関してどういった動画を上げていくのかっていうことをお話ししていきたいなと思います。まず、予告編を見た上での感想、考察、そして妄想といった動画は上げるかもしれません。前回上げたような考察動画ですね。だから今後予告編第2弾、第3弾、第4弾が発表されれば、それについて動画で触れることはあるかもしれません。そしてもう一つは、ゴジラ対コング関連の日本の商品、モンスターズであったりとか、ムビモンとか、もろもろ他の商品、そういったものが発売されたら、もしかしたら触れるかもしれません。なので、予告編と日本の商品、この2つに関しては動画で触れていくかもしれません。あとね、これネタバレが過ぎるなって思ったコメントとかも削除させていただこうと思ってます。でもね、これも結構難しくて、ネタバレなのか、ネタなのかっていうのがね、わかんない時があるんですよ。だから例えば、モゲラが出てきて、ゴジラとコングを倒しましたっていうコメントは、明らかにネタだから残すと思います。でも例えば、ギドラがまさか復活するとはっていうコメントがあったとしたら、ちょっとわかんないから消すかもしんない。そんな感じで、ネタバレの基準って人それぞれなので、結構難しいんですよ。予告編だけは OK っていう人もいるし、予告編からの考察とか感想は OK っていう人もいるだろうし、予告編も嫌っていう方もいると思うんですよ。なので自分はネタバレじゃないかなと思って発言しても、それがある人のネタバレになるっていうこともめちゃくちゃあると思うんですよね。なので本当にネタバレをされたくないっていう方は、自己防衛、SNS を断つ。悲しいかな。これしかないと思うんですよね。で、3月24日以降、ネタバレは加速していくと思います。もう今現状ね、インスタとかツイッターでバンバンネタバレを食らってます。食らってるっていうか、僕がただ目にしてるだけなんだけどね。で、ツイッターとかにね、ミュート機能っていうのもあります。ただ、あれも完璧じゃなくて、例えばゴジラとコングをミュートワードに設定するとします。でも、ケムクジャラが勝ったとか、彼が負けるなんて信じられないっていうね、ツイートで、なんとなく想像できてしまうし、偏見が生まれてしまうでしょ。あとは、文字なしの画像付きツイートとかは制御できませんよね。そして多分ね、あれ、引用リツイートは制御できないんですよ。もちろん効果はありますが、完璧ではありません。インスタグラムに関しては、おそらくミュート機能とかないので、バンバン画像が出てくると思います。YouTube も同じです。今回はネット配信があるから、それを切り取ったスクリーンショット、撮影された動画が投稿され、それがおすすめ動画に上がってくるなんてことは、絶対にあると思います。YouTube は別アカウントを作って、ゴジラに関係のない動画を見まくったら、ゴジラ関連の動画がおすすめに上がってこなくなるっていう可能性はありますが、それも完璧とは言えません。なので、本当に悲しいんだけど、絶対に何が何でもネタバレをされたくないって方は、もう SNS から立つしかないんですよ。僕はね、今回はもう諦めてます。今回のゴジラ対コングはどういった映像を見せてくれるのかっていうところに一番ポイントを置いてるので、ある程度のネタバレっていうのは僕自身はね、仕方ないなと思って、なのでツイッターとかでちょっと画像を見てしまっても、ちょっと記憶消すというか、プチメインブラック。ミステリー映画とかだったらもう最悪だけどね。あとね、3月24日、3月31日でもいいんですけど、映画を公式に見た人たちにとっては、ネタバレでもなく、もう感想だと思うんですよね。なので海外の人たちにはゴジラ対コングの
感想で大いに盛り上がってほしいし、こんなことになるなんてとかね、バンバン僕は発信していっていいと思うんですよね。公開直後はあれかもしれないけど、公開して1週間、2週間経ったぐらいからは、もうバンバン発信していって、もうゴジラ界を盛り上げていってほしいんですよね。そこでゴジラがこう盛り下がるっていうのはやめてほしいし、日本人に気を使わないで、バンバン盛り上がっていってほしいなと僕は考えてます。ただ、日本人にね、わざわざリプでね、画像を送ったりとか、ダイレクトメッセージでこう、送ったりするっていうのは、避けた方がいいんじゃないかなって個人的には考えてます。もちろん情報が欲しいっていう方もいると思うんだけど、なんとなくね、そこはやめてあげてほしいなって考えてます。で、日本人である僕らは、さっきね、ネタバレをされたくなかったら、自己防衛、SNS を絶った方がいいって言ったけど、やっぱりある程度の節度は保って、一人一人に少しの気を使いながら発信していくことが大事なんじゃないかなと思ってます。少しの気を使って盛り上げようっていう、これが大事なんじゃないかなと思います。でもね、僕らにはゴジラ対コングはないけど、ギュラゴジ、ゴジラ、シュンギュラポイントがあるじゃないですか。だから僕たちは海外がゴジラ対コングで盛り上がってる中、ギュラゴジで盛り上がりましょうよ。それが言いたかった。で、ゴジラシンギュラポイントは3月24日からネットフリックスで配信開始。そして4月1日から地上波放送っていう感じですよね。で、先日の先行公開はね、ちょっと仕事で見れなかったんですよね。なので僕は3月24日に見たいと思います。で、地上波の方はできれば毎週実況配信したいね。はい。よし。これを盛り上げていきましょう。そして世界中のみんな、友達なんだから、少しの気を使って盛り上がりましょう。そんな感じでした。伝わったのかな？以上です。またの動画で身も心もゴジラになりました。